厳重融合開始。ナイルワニとウミイグアナが一つの命に。新たな厳重アクアダント誕生。以降に各種の詳細な生物学的説明を加える。ナイルワニ、ナイルクロコダイル、クロコディルスニロティクス分類、脊索動物門、超ダタ爬虫綱レプティラーワニメ、クロコディリアクロコダイル科、クロコディリデークロコダイル属、ナイルワニ種、クロコディルスニロティクス。ナイルワニはアフリカ大陸のサハラ以南からマダガスカル島にかけて広く分布する大型の肉食性爬虫類であり、現生するワニの中でアフリカ最大種、さらに世界でも最大級のワニ種として知られています。とりわけナイル川やその支流、湖沼、湿地帯、さらには季節性の水場など様々な淡水環境に適応しており、乾燥した環境でも水さえあれば生息が可能です。その生存域の広さと適応力の高さからアフリカにおいては最も広範に目撃されるワニでもあります。成体の体長は通常 3.5 から5メートル程度ですが、特に大型の個体では6メートルを超えることもあるとされ、体重に関しても300から700キログラムと非常に重厚な体躯を持ちます。いくつかの記録では体長 6.5 メートル、体重 1000キログラムに達する伝説的な巨体の個体も報告されています。これほどの大きさに達する爬虫類は極めて稀であり、まさに生きた古代のモンスターと言える存在です。ナイルワニの体は頑丈かつ流線形の形状をしており、その背面には硬質な輪状の骨盤、皮骨盤がびっしりと並んでいます。これらの骨盤はまるで天然の鎧のように機能し、他の捕食者や同種間の争いにおいて優れた防御力を発揮します。四肢は短いながらも非常に筋肉質で、特に後足の推進力は水中での泳ぎに役立ちます。尾は長くしなやかで強靭な筋肉によって瞬間的な加速を生み出し、水中での素早い移動を可能にしています。また、意外にも地上では時速20から 30km 程度の短距離ダッシュが可能であり、人間が追いつくことはまず不可能です。ナイルワニの顔つきも非常に特徴的で、尾行と目が頭部の最上部に位置しているため、体をほとんど水中に沈めたままでも周囲を観察したり、空気を吸うことができるという極めて合理的な設計となっています。この構造により、獲物に気づかれずに接近する待ち伏せ型のハンターとして優れた能力を持っています。顎の力は地上の動物の中でもトップクラスに強く、その攻防力は数トンに達するとされます。一度獲物を加えると逃げる隙を与えずにデスロールと呼ばれる回転動作で肉を引きちぎり、時には骨ごと噛み砕いてしまいます。この技術により、ナイルワニは魚類から小型の哺乳類、鳥類、さらには大型哺乳類まで非常に広範囲の動物を獲物とします。実際にシマウマやインパラ、ヌー、果ては若いカバやライオンの幼獣、さらには不注意な人間まで襲う例が知られています。これにより、ナイルワニはアフリカで最も危険な動物の一つとしても恐れられています。繁殖活動は主に乾季に行われ、メスは川岸や砂地に30から60センチメートルほどの巣穴を掘り、一度に40から60個の卵を産卵します。母ワニはこの巣を2から3ヶ月間にわたり外敵から守り続け、孵化が近づくと卵の中の子供たちが出すかすかな鳴き声に反応して巣を掘り返し、孵化した幼体を口にくわえて水辺まで運ぶという驚くべき母性行動を見せます。これは冷血動物としては非常に珍しい行動であり、ナイルワニが生物として高度な社会性と知性を持っていることの証とも言えるでしょう。行動面では、ナイルワニは基本的に単独行動を好む縄張り性の強い動物です。特に成熟したオス同士は
互いに激しい争いを繰り広げることがあります。しかし、乾季になると水場が限られるため、数十頭が同じ水たまりに集まり、あたかも一時的な水辺の休戦状態とも呼べる光景が見られます。これは自然界の過酷な環境の中で生き延びるための妥協と共存の表れとも考えられています。また、ナイルワニは変温動物であり、自らの体温を環境によって調節しています。早朝や夕方には岸辺でじっと日光浴をし、体を温める姿がよく観察されます。逆に暑すぎる時間帯には日陰や水中で体温上昇を防ぐなど、極めて効率的な生理行動をとります。文化的宗教的側面においても、ナイルワニは重要な意味を持っています。特に古代エジプトにおいては、セベク、ソービックという神格として崇拝され、水や洪水、豊穣を司る守護神として人々に恐れを敬われました。セベク神はワニの頭部を持つ人間の姿で描かれ、ナイル川の恵みを象徴する存在として神殿が建てられるほどでした。ウミイグアナ、マリンイグアナ、アンブライヒンチュスクリスタテス分類、脊索動物門、超ダタ爬虫綱レプティラー、有林目スクアマタイグアナ科、イグアニデーウミイグアナ属、ウミイグアナ種、アンブライヒンチュスクリスタティス。ウミイグアナは世界で唯一の海洋性トカゲとして知られる極めて得意な爬虫類であり、エクアドル領ガラパゴス諸島の固有種として進化してきました。その存在はダーウィンの進化論にも影響を与えたとされるほど、生物進化の観点からも非常に興味深い存在です。ガラパゴスの厳しくも豊かな自然環境において、ウミイグアナは陸上の爬虫類が水中に進出し、完全な海トカゲへと適応した稀有な例と言えます。彼らは波に乗って泳ぎ、岩場に張り付いた海藻を食べて生きる草食性爬虫類であり、その生態は他のどのイグアナとも一線を画します。これほど完全に水中生活に適応した爬虫類は他に存在せず、同じガラパゴスに生息する陸生のガラパゴス陸イグアナと比較しても、明らかに異なる進化の道を歩んでいます。生体の体長はおよそ60センチメートルから1.5メートルと個体差が大きく、地域ごとの環境や亜種によって顕著に異なります。体重は 1kg 程度の小型個体から最大で 10kg 近くに達する個体まで幅広く、ガラパゴス諸島の中でも特にフェルナンディナ島やイサベラ島の個体群は最大級とされます。基本的な体色は黒から黒褐色で、これは冷たい海水から体温を効率よく回復させるための熱吸収性に優れた色です。しかし繁殖期にはオスが赤や緑、青がかった色に変化することもあり、これは異性へのアピールや縄張り孤児の意味を持つと考えられています。身体的特徴としては、扁平でしなやかな尾が最も顕著で、これを左右にうねらせて水中を推進する能力に優れています。足の指は長く鋭いかぎ爪があり、滑りやすい海中の岩にしっかりとしがみつくことが可能です。また鼻には特別な塩分排出腺種汚染が備わっており、海藻を食べる過程で体内に取り込んだ過剰な塩分をくしゃみのように鼻から吹き出すというユニークな適応機能を持ちます。この鼻からの潮吹きは彼らの特徴的な仕草として知られ、体内の電解質バランスを保つための重要な生理機能です。食性は極めて特化しており、主に海中の岩場に付着する緑藻や紅藻などの海藻類を摂取します。特に引き潮の時間帯には干潮で露出した岩に上がって採餌する姿が見られ、接触中は長時間頭を下にして岩に張り付くようにして藻類をそぎ取る行動をとります。腸内には繊維質を分解する微生物が共生しており、草食に適応した消化系を持っています。ウミイグアナは変温動物であり、体温は環境によって大きく左右されます。
冷たい海での活動後は、陸上に戻って岩場でじっと動かず日光浴を行い、体温が低下しすぎないように調整する必要があります。このため早朝や午後の時間帯には黒い岩の上に並んで日光浴をする群れがよく見られ、その姿はまるで岩と同化しているかのようです。繁殖活動は陸上で行われ、乾季になるとオスは縄張りを形成し、他のオスとディスプレイや軽い争いを通じて優位性を示します。メスはその中で強いオスを選び交尾し、後に柔らかい砂地に巣穴を掘って産卵します。一度に産む卵の数は1から6個ほどと少なく、卵はおよそ90日、約3ヶ月で孵化します。メスは卵を産めた後は基本的に放置しますが、巣穴の選定や深さには気を使う様子も見られ、ある程度の新生行動も確認されています。天敵としては在来のガラパゴスヘビやカモメ、猛禽類などが主に幼体を襲うほか、生体も弱っていれば捕食対象になります。しかし最大の脅威は人間の活動によって持ち込まれた外来種です。特に犬、猫、ヤギといった動物が巣を掘り返して卵や幼体を捕食したり、生息地を荒らしたりすることで個体数に深刻な影響を及ぼしています。また気候変動による海水温の上昇や餌となる海藻の減少、海面上昇による営草地の喪失なども懸念されています。こうした背景から国際自然保護連合 IUCN はウミイグアナを危急種ブルナーラブルに指定し、保護活動が行われています。ガラパゴス諸島では観光と研究のバランスを保ちつつ、野生動物への干渉を最小限にする取り組みが求められています。そのユニークな進化と生態は自然の脅威を語る上で欠かせない象徴でもあり、ウミイグアナは今なおガラパゴスという生きた進化の実験場の象徴的存在として世界中の注目を集めています。アクアダント、アクアダント、アクアダント、ドラコーシロンアーミポーテンズ分類、幻想界動物界、ファンタスティカウロコリュウコースクアマタドラコーエタテメ、テストゥドラポーダトゲリュウアモク、スパイコドラコーニア、アクアダントカ、アクアダンティデイアクアダント属、ブタテッシュ、ドラコーシロンアーミポーテンズ。アクアダントは淡水域と湿潤林の境界に生息する半水生の原獣型爬虫類です。全長5から7メートル、体高 1.8 メートルに達する。その体は重厚ね鱗と角質板で全身が覆われ、背中にはステゴサウルスのような大型の極輪板が連なり、これが防御と熱制御の両方に関わる生態構造として機能します。皮膚は極めて厚く、耐水性耐熱性に優れており、冷たい水中での潜伏行動と岩場での日光浴による体温調節を巧みに使い分けます。頭部は低く構え、左右に配置された目と複数の前方角が獣の威圧感を際立たせ、捕食者への威嚇や同族間の優劣行動に用いられます。足は短く筋肉質で、鋭く湾曲した爪により、滑りやすい川辺や岩肌でも高い安定性を誇ります。長くしなやかな音、足を駆使し、水中ではうねるように泳ぎ、陸上でも堂々とした動きが可能です。雑食性であり、水草や藻類、岩に付着した海藻、小魚、甲殻類、爬虫類の卵、昆虫、時には腐肉に至るまで幅広い食性を持ちます。岩を鼻先でひっくり返して採取する様子や前歯状の歯列で藻類をこそげ取る姿も観察されており、草食肉食双方に適応した高度な消化器構造を備えています。呼吸は肺を用いた陸上型ながら、水中活動時には閉気機構によって20から30分間の潜水が可能とされ、さらに伝承によれば皮膚にも微弱な酸素交換能力があるとも語られています。繁殖は卵生で、湿度と温度が安定する陸地に浅い巣を掘って10から15個の卵を産み、
孵化後の幼体は即座に水へと入り、急速な成長を遂げて約2年で成体に近づきます。その神秘的な姿と圧倒的な存在感から、古代においては川の番人、あるいは神の鎧をまとった獣として聖重視され、水神や豊穣の象徴として祀られることもありました。今なお一部の地域では、干ばつや病を退ける守護精霊として語り継がれ、川辺の儀式や壁画の中にその名残を留めています。次回、新たな幻獣現る、お楽しみに。チャンネル登録、高評価お願いします。